ザ・ファースト、もう全てのファースト、もうこれだけしか見ないっていうのを見た時に、もうこれしかないじゃんっていうのは、みんな思ってると思うんですけど、本当にこれしかないなと思って、ここでやらせてくれっていう気持ちで参加させていただいて、本当ここまでずっと才能を光らせてくれて、足りないところも成長させてくれて、本当そういうところで涙が僕は毎回出ちゃうんですけど、本当尊重された中で成長できるこの場所が本当にもう本当にありがたいし大好きで、まあダンサーとして美味しいいいお話とかもたくさんあったし、進むレーンは正直いっぱいあったんですけど、僕はここを強く決めてここに来たので、絶対にこの先の夢を叶えるしか僕にはもう残されてないと思って、まずは合格という通過点だと思って、とりあえず今までの全てに感謝をして終えれたらなっていうふうに思ってます。君のその今までの人生が間違ってなかったっていうことを証明するっていうふうなそんな言葉がすごい刺さってて、やってきたことが間違いじゃなかったんだよっていうのを人から言われるタイミングが初めてだったので、認めてもらえたような感覚だったので、それはすごい印象に残ってます。みんなのこと大好きだし、日高さんのこと大好きだし、もっとこの時間が続けばなっていうふうに思うタイミングもあるし、でも終わるしなみたいな。あとは僕にとってこのオーディションっていうかボーイズグループのオーディションとして僕が戦える場所は多分ここしかないっていうふうに思って挑んで、それが間違ってなかったなっていうふうにもこのオーディションを通して思ったので、やっぱり強い思いで合格に対しては強い思いがありますね。正直三次審査ですごい自分は失敗とはまだいかないけど悔いがすごい残ったパフォーマンスで、正直合宿メンバー呼ばれる時に自分が呼ばれないってずっと思ってたので、でも本当にギリギリのところでなんとか通過させてもらって、いろんな経験本当に合宿でさせてもらって、なんていうんだろう、すごいもうこのオーディションには感謝しかないし、音楽の大切さっていうか自分が本当に音楽が好きなんだなって実感させてくれたメンバーにも感謝ですし、すごい人生の中でもっていうか本当にこんな経験絶対できないと思うので、濃い時間を過ごさせていただいたので、しっかりその感謝をパフォーマンスで届けたいっていうのがやっぱり一番あるので、もちろんメンバーに残りたいし、一番かっこいいパフォーマンスする自信はあるので、本番でもうぶつけれたら最高だと思っています。本当に人ってこんな短時間で変わるのかなって思わされたし、一つのオーディションでこんなにも泣く回数が多いオーディションは後にも先にもないし、こんなにも多く悩んで多く考えてすごく幸せになってっていうオーディションがなくて、僕も人として変われたオーディションだし、それは日高さんにもこう言ってもらえたことだったので、本当にありがとうって思えたオーディションだったので。過去の話でちょっと
僕が小中学校の時にあんまりクラスの雰囲気に馴染めなかったりとかして、ちょっと相手にされることがなかったりとか、そういう経験があって、それから高校に上がって新しい友達とかも増えて、でその頃もうずっとダンスに没頭してて、いろんなとこに行ったりとかで、ダンスの幅も広がってたんですけど、その時の自分が楽しくって、気持ち的に浮かれて、ちょっとやんちゃだったりとか、あんまり褒められるような暮らしっていうのができてなかったんですけど、こんな自分でも夢を捨てることはないのかなっていう、なんかきっかけというかっていうのをもらえた気がして、これはもう一か八か受けてみるしかないなと思って、でそれで、このオーディションを受けたんですけど、最初はやっぱり初めてのことが多すぎて、なんか本当に自分で大丈夫なのかなっていう気持ちが強かったんですけど、ステージに立った時にもう楽しくって、それがもうここしかないんじゃないかなって思う瞬間が多くって、落ちちゃってもこれからデビューしたとしても自分がアーティストであり続けるっていうことは絶対に諦めたくないっていう気持ちが芽生えて、最近見えてきた新しい自分とかも含めてこの自分自身っていうのを最大限に発揮した自分をパフォーマンスで、日高さんにもそうですし、見てくださっている皆さんにもそうですし、この本当の自分っていうのをしっかりと見てもらえればなと思って、最終審査は頑張りたいと思います。オーディション始まって書類選考で2時3時と来て合宿に来て、僕が生きる人生の選択肢がもし A パターン B パターン C パターンとか何万通りとかあったとするならば、僕はこの人生を選んでよかったなって思うくらい、ぶつかったことも仲良くしたことも悔しい思いしたことも、全ての感情一瞬一瞬が宝物だし、自分の命と同じくらいみんなのことを大事に思えたし、生きるっていいことだなって感じれましたし、死ぬまでこの感情はあるんだろうなっていうか、すごく大切なものになりましたね。はい、なのでこのオーディションは僕の音楽人生の青春っていうのが似合うかなと思います。なんか自分自身のことがあまり好きじゃなかった時期でもあったので、始めた当初はそんな自分に愛情を持って接してくれるメンバーとかスタッフの方々だったりとか、日高さんだったり、いろんなゲストの方々少しでも褒めてもらえて、自分を認めてもらえたっていうのがすごい嬉しかったです。でも自分自身を愛する心っていうのがすごい持てたし、そういうところで成長できた、人間としても成長できた。熱くなれてるのか慣れてないのかもよくわかんないんですけど、でもなんかこうやって思い出で泣きそうになって泣けてくるのは、それまで頑張れてたのかなっていうのは思いますし、そのデビューできてもできなくてもこの寂しい気持ちは消えないんだろうなっていうのは思います。
やっぱこの合宿通して本当にたくさんのことがあって、楽しかった思い出もあるし辛かった思い出もあるし、でもその中で個人的にも本当にメンバーだったりとかスタッフさんにご迷惑をおかけしてしまったことがあって、本当に申し訳なかった気持ちもあるんですけど、本当にその時にメンバーだったりとかが支えてくれて受け入れてくれて、本当に心の底からいろんな感情が起き上がって、感謝だったりとか本当に愛情を感じることもできたし、自分も本当にその分恩返しとしてメンバーだったりとか周りに届けなきゃいけないなっていうことを改めて感じたので、一人のアーティストとして自分がやらなきゃいけないことっていうのを改めて、頑張っていかなきゃいけないなっていう気持ちになりました。そこからいろいろ自分としていろいろあった後から、もちろん自分のこともそうなんですけど、自分のこと以外にメンバーだったりとか周りになんかこの合宿中で助けれることはないかなとか、なんかそういう考え方を今まで以上にするようにして、やっとなんか本当に自分で最初にあった辛い経験だったりとかが生かすことができるようになってきて、周りのメンバーが辛い時とかにようやく手助けしてありがとうって言ってもらえることだったりが本当に増えてくるようになったし、自分としてもすごいそこはメンバーを助けることができてすごく嬉しいですし、その分恩返しも少しずつ合宿中でもできるようになってきた気はしているので、この気持ちのまま全身全霊で最後の審査も挑みたいと思いますし、素敵な仲間に巡り会えたっていうことは改めて本当に感謝したいなっていう気持ちです。なのでこの気持ちを忘れずに最後の審査全身全霊で取り組んでデビュー勝ち取りたいと思いますし、デビューの先にも素敵な仲間と世界を目指していけるように、一人のアーティストとして僕も生きがいだったりとか勇気だったりとか光を与えれるようなアーティストになりたいと思います。最終審査頑張ります。よろしくお願いします。自分は音楽の道に向いてないだろうから、こういろんな言語が話せるっていう長所があるから、それをもとに生きていこうっていう目標がいつの間にかできてて、でそうやっていこうと思ったんですけど、オーディション始まったらもうこれしかやりたくないって気持ちになって、今ここにいるのがなんかしっくりきてます、自分でやっぱメンバーみんなとのお別れ、何がどうなっても10人でデビューはないなって分かるので、絶対誰かとはお別れになるとは思ってて、この空間、この環境にお別れしないといけないのが悲しいなっていうのと、なんかもう一つ感じていることがあって、こうパフォーマンス楽しみだなっていうのも感じてます今。本当にこのオーディションを通してなんか本当に人生で一番濃い、まだ半年しかオーディションを受けた時から半年くらいしか経ってないって考えると、なんか信じられないくらい詰まった半年、このタイミングでこの十何人のっていう、多分終わってからもプライベートで会うような仲間に出会えるとは思ってなかったから、すごい最高の宝物だなって思うし、すごい僕去年結構不吉というかあんまり良くない年、なんか家庭の事情とかいろいろあってあんまりというか、人生で多分一番絶望した年だったんですけど、俺はなんかそんなあんまりみんなの前でそういうのを言いたくないタイプだったから言わなかっただけなんですけど、去年火事になっちゃって、愛犬とインコが愛鳥っていうんですか、インコ16年飼ってたインコが亡くなっちゃって、ですごい絶望的な
日々をもう本当に片付けとかも大変で、だからそれが終わってからその最終面接決まってたところだけなんかもう気もあんまり乗らなかったので、そこだけ受けてやめようって思って、一応内定もらえたのでよかったってなった矢先に2ヶ月後くらいにおばあちゃんが亡くなっちゃって、本当になんていうんですかね、これ以上辛いことないだろうなって思う。ごめんなさい。頑張ってる姿見てほしいなってまあ口には出さないですけど、内心思ってたので、本当にここまで残れてよかったなって。自分の人生のためになってることは多分人生のためになってるんだったらおばあちゃんも喜んでくれるので、ここまで来れただけでもよかったです。なんか泣くつもりしなかったんですけどコメント取りで泣いたの初めてだな。あんま人前で泣きたくないあの日夢物語と笑われた、その夢を超えるため走り出そう。風の音、雲の鼓動、空の向こう、その先で会おう。型破りでクレイジー上等だ、鼻からニュースタンダード、責任者を呼びな、色の見えない言葉聞き飽きたよ、居場所がない、行くあてもないなら自分で作るさ、何でもあれお前のものさしゃ測れやしない、さあもう行くぜ君はどうしたい。 It's not too late, never too late to start 逃げやしないさ。 It's not too late, never too late to fly Please don't waste my time どうせ取るなら高く、他のやつらじゃ到底追いつけないくらい I'm ready to go ぶち破ろう君とBMSG オーディション2021、ザ・ファースト。1年目の会社
初めてのボーイズグループプロデュース。興味本やなんとなくでやってきたつもりはないです。確実に日本の音楽業界に絶対に必要な一歩であることを、日本にあふれる才能にとって必要な一歩であることを常に感じながら進んでまいりました。この一歩が本当に偉大な一歩であったと証明されるのはきっと何年か先のことになると思います。その一歩目の結果を最初のボーイズグループのメンバーとなる方を今日選ぶための最終審査の日になりました。最終審査は2つ。最終審査っていう言い方もTHEFIRSTにはふさわしくないように思います。最後にTHEFIRSTから日本に提示するものはクリエイティブネオ、そしてプレデビュー曲のパフォーマンス、この2つをここまでくぐり抜けた10人にやっていただいて、その中から BMSG 初めてのボーイズグループ、そのメンバーを僭越ながら決定させていただきたいと思っております。そんな今日なんだけれども、もちろんお客さんをバーッと入れてみたいな形にはできないけど、この瞬間を一緒に過ごしたい仲間がいるので呼ばせていただきました。ゲストの方入場してください。大輝、ルイ、天、そして直樹、俊介、よく来てくれました。ありがとう。ありがとう。じゃあぜひ大輝からよかったら一声かけてあげてください。お久しぶりです。大輝です。お久しぶりです。ちょっとなんか久しぶりすぎてなんかみんな変わっててちょっと緊張してるんですけど、なんか今日なんかみんなに会えて嬉しかったし、なんか頑張ってほしいなって思います。頑張ってください。ありがとう。ルイ。はい。早すぎる。お久しぶりです。もう頑張っての一言しかないので、もう今までやってきたことを全て出し切って頑張ってください。ありがとう。お久しぶりです。久しぶり。今回自分が合宿を受けて一番得たものは仲間だったので、そんな仲間がこんなかっこいいステージでかっこいい衣装で、もうなんていうんだろう、自分が今すごいドキドキしてるんですけど、見届けられて嬉しいです。この5人の分までで、その前の落ちた方たちの分まで背負って頑張ってください。よろしくお願いします。お久しぶりです。最初出会った頃をなんか今思い出してたんですけど、まあそういうことも想像しながら、みんなのなんか作ったものを純粋に今日は楽しみたいなと思いました。緊張してると思うんですけど、精一杯頑張ってください。ありがとうございます。お久しぶりです。お久しぶりです。みんなめっちゃかっこよくなってて、もう今日で決まっちゃうから、僕たちの分も今まで落ちてきたみんなの分も本当に背負って素晴らしいパフォーマンスを期待してます。頑張ってください。はい、お願いします。ありがとう。結果がどうなったとしても、君たちはもう僕の誇りだし、僕の財産だし、彼らも僕の人生の一部だし、最高にかけがえのない時間を僕たちにくれた仲間だと思って、今日は15人でやるつもりで最後のパフォーマンスやってくれたら嬉しいなと思っています。はい、はいはい。ではクリエイティブネオから始めます。合宿の最初でやった時はもうあるトラックの中で音楽の声を聞いて自分ならどういうパフォーマンスをするかっていうのをやるのがそれでしたけど、今回は今まで自分がリリースした曲だったらどのトラックを使っても、しかもどの部分を使っても OK、 チームメイトも自分たちで決めて OK、
世の中にある音楽の中から自分の音楽性っていうものを抽出して提示する、自分がどんなアーティストなのかっていうのを提示する、そういったものを見させてもらえればなと思います。最初のグループ入ってきてください。ショーマイナーサーベージです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。どうしてその名前にしたんですか？もともと僕たちの名前の頭文字で、はい、SMS。そうだよね。ショートメッセージって言われている。そうですね。それを使うか使わないか迷ったんですけど、でもその頭文字を取って、ショーマイナーで僕たちがハマったまだ日本ではマイナーな部分を見せつけるっていう意味と、最後のサーベージっていうのは、敵って意味もあるんですけど、それはちょっとマイナーと絡めていて、あとはスラングでイケててかっこいいっていうか。ショーマイナーサーベージはチーム名からヒップホップの精神を感じるものね。どういったパフォーマンスを作ってきてくれたんですか？僕たち3人の共通するところっていうのが、やっぱり海外の独特のノリとか R&B とかヒップホップとかそういうジャンルの曲の影響をやっぱ多く受けている3人なので、トラックも一から自分たちでもうほぼほぼ作らせていただきましたし、僕たちのスパイスというかが曲自体に入っているし、パフォーマンスで見ていただけたら分かると思うんですけども、すごいあっと言わせるようなっていうか、見たことないっていうか、なんていうんですかね、新感覚じゃないですけど、そういう新しい感覚にさせれるようなパフォーマンスをできる自信があるので、そこを見てもらいたいです。楽しみにしてます。曲名はノーキャップネイビーです。ノーキャップっていうのにまず偽りはないっていう意味があって、でネイビーっていうのはすごい僕たちは白黒とかあんま気にしたくないなっていう、US だったり K-POP だったり J-POP、 そういう白黒はっきりしないところでもやっぱたくさん音楽の魅力っていうのはあるっていうのを共通して僕たちはいつも言っているので、その中でネイビーっていう色がこの曲に僕たちはハマるなと思い、つけさせていただきました。素敵だね。白と黒の間でグレーっていう表現はよく聞いたことあるけど、それでネイビーっていう色を出してきたあたりに、アーティシズムをすでに感じますね。ありがとうございます。ありがとうございます。3人での共同作業どうでしたか？一言で言うとめちゃくちゃ楽しくて、すごい妥協をしないっていうのを僕たちの中でずっと根っこにあって、なのでその高い壁が何個もあって、日高さんの曲の本当の一部分だけを使って、あとはもう全部作り直すっていう形だったので、ハードルありまくりでっていうのを乗り越えたっていう意味では、達成感もあるし、みんながみんな妥協してないで作ったかなっていうのはすごい感じます。はい、しっかりとパフォーマンスをこうやって生で見せてもらうのは今日まで撮っておいたので楽しみにしております。ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。新感覚でマリどこかみんな乗れるような、お前いいこと言うな、お前いいこと言うな、そんなヤバい曲を作ろうと思っています。Friday night 待ちわびた this time。 スカイハイさんの七色ホリデーのパッドの音、その音をループさせて、高さを変えてみて、でそこからは僕たち自身でドラムを完全に作り、全部オリジナルって言っても過言じゃないぐらいで、ほぼゼロから近いっていうところから作ったのもあって、そこはその曲に対する思い入れにつながってるかなというふうに思います。偶然じゃないんだよ。でもこれはこの3人が今やってることが偶然じゃないっていうのはめっちゃ言いたいんだよ。そう、個性がこの集まった瞬間が偶然じゃないみたいな言いたいから、重なる今とかの重なる今偶然じゃない、あ、今ありだね、I fall in love with Navy the melody We are only one players 重なる今偶然じゃない、イエーイ。使いたい歌詞も伝えたいこともいい感じに収まることができて、すごい今ホッとしてます。自分たちが好きなことを詰め込めた作品、かっこいいと思ってもらえるような曲にできた自信があります。はい、前髪がありなし、前髪がありかセンター割りかみたいなで、どっちがいいのかみたいなの結構言われてて、まさかの64っていうところです。レゴノーキャップベイビー。
Melody just like a roller coaster 着飾らないフローはどうしたい思い出す光る記憶と通り出すネオンライト Feel sweet vibes 揺らす side to side 音の上交わす言葉と輪にするマイライフあの日ハマったマイナーまだ変わらないもの片手に Get drunk let it be 戻らないこの時 24/7 楽しんでいたい乗り極める毎日 I can show you what you never seen before No fiction, no cap party with body 音に溺れるダンス開けるまで I'm falling in love with Navy なメロディー We are only one players 重なる今偶然じゃない Yo, listen これは遊びさ飾りじゃない好きなように呼べばいい何でもあり混んでる道を飛んでく当然選ぶコンティニュー光つかむ My way It's time to move 鼻から別次元ごまかしではない本当の真実でいい設備がき上げてあの Wait だよ今でも過去を背負うだろう Switch up bounce Bounce バズで蹴ったしがらみし第二シェッカーから聞かそう染み渡らないゾーンシックセンスまでフローありがとう素晴らしいパフォーマンスをありがとうございました七色ホリデーのパッドの部分をループさせてその上でいろいろと遊ぶと音楽を表現するっていうよりは、音楽と遊ぶみたいな感覚があったことはものすごくパフォーマンスとしてこちら側も楽しい気持ちにさせてくれるし抜きの美学をしっかりと持つ音楽っていうのはただダラダラしているだけではなくて決まっているところが最高に決まっているから抜いているところでよりかっこよく見えるアーティストとして、一つの完成された形を見せてもらったと思っています。完成されていたねいい意味で、それは本当に楽しかったね。この期間でよくここまで練り上げてくれてありがとうございます。ありがとうございました。ではそれぞれ感想をお願いします。はい、本当に個性を殺さずに集まるべくして集まったメンバーでこうなんていうんですか本当に一切妥協しないで作れた曲だと思っています。で今のパフォーマンスで本当にやってる最中も本当に楽しくてそうだねなんかお互いのパフォーマンス中も顔とか見れたりする余裕もすごいあって本当にこの2人とこういう曲ができてパフォーマンスできてよかったなと思います、ありがとうございました。ありがとうございます。本当にそうだね細部までこだわっていたし合宿が進めば進むほどマナトのいろんな表情が見れるのは自分にとっても楽しみだったんだけれども普段喋っているようにそれから普段ちょっと笑ってるように普段とんでもないギャグをこう繰り出してくる時のようにさまざまな表情が楽曲の中で見れてそれはもちろんさ音にもこう
加わってくるからすごくいろいろな音をマナトから聞けたというのはこの段階に来てさらに嬉しいですね。いろんな引き出し、いろんな表情、いろんな感情表現が備わっていることにとても感動しました。ありがとうございます。ありがとうございました。翔太。はい、なんだろう、本当にやりたいことをずっとやれてて、もう楽しくてしょうがなくて、で今やっぱステージやってみても本当にリリックに起こしたように音の上で遊んでるというか、でそれをこれからももっと永遠にしたいなみたいな感覚がずっと歌いながら踊りながら本当に楽曲の中にいるような感覚がすごいあって、でそれがなんか伝わってるような気もするのでなんか僕たちが楽しいのももちろんだし、それをなんか伝えるっていう方向にまで到達できたのが本当に嬉しいし、なんか音楽をしてるなっていうのをすごく感じたショーではありました。僕もそう思います翔太はやっぱり音楽との距離がとても近いから、今どういう心情なんだろうとか、今どういう気持ちで生きてるんだろうっていうのが裏で何かあったかがすぐステージで伝わってくるくらい音楽と一緒に生きてるなという感じがするんだけれど、やっぱりそういう人が鳴らす音楽は自分の聴いてる側の音楽との距離も縮めてくれるよね。クリエイティブ審査のチーム C の時の中間発表で、自分がで俺のバースはどこに入れればいいんだっけっていう話をしたと思うんだけれども、何が素晴らしいってで俺はこの後どこでラップすればいいんだっけっていう気持ちにさせてくれる全く同じことを思いました。で俺のラップが入るバージョンはこの後いやすごい素敵なパフォーマンス、そして素敵な楽曲ありがとうございます。ありがとうございました。そうだ、はい本当楽しくて、それはまあもう伝わりまくってると思うんですけど、自分の中でやりたいことっていうのも多くてできることではなくて、そんな中で何を選ぼうかっていうところが一番僕は悩んでて、この THEFIRST で、感じたこと全てっていうのを話せる場だなっていうのをすごい思ったので、なんか自分の良さを思う存分出したいなっていうふうに、でそこからまた自分の良さはどうやって出すんだろうっていう、もちろんダンスはそうですけど、なんかどういうふうに自分の良さを出せるかなっていうなった時に、本当に根っこが一緒で、なんか共有する音楽がすごい近い、もう一緒って言えるほど近いメンバーがいたことをすごい嬉しくて、それが鮮明に見えた時、一番最初にこういうことがしたいなっていうのを頭ではもう確実に思い浮かべれて、自分たちがやりたいなって思ってたことと思わせたいなって、画面越しだったり、スカイハイさんもそうですけど、思わせたいなって思わせたいなって思うことがなんか伝わったような感覚があったので、すごい達成感があります。楽しかったです。ありがとうございました。こちらこそありがとう。羨ましいとも思うね。なかなかそういった人と出会うことはないし、君たちくらいの年齢の時の自分はまさにずっとそういう意味で孤独を感じる時間もやっぱり長かったので、こういう瞬間を羨ましいと思う一方で、そういう出会いが作れたことが誇らしくもありそして颯太はクリエイティブ審査をもう一回やるよって言った時にとてもモテているメンバーのうちの一人だったとも思うんだけれど、そこでこう自分のやりたいものは何だろうっていうのが考えた時に、すぐ形になること、それに一緒にこう参加してくれるメンバーに伝えられること、どういう道をたどっていけば自分のパフォーマンスになるのかっていうことを、頭でも心でも分かっているっていうことは、あなたのここまでのその成長の底上げになってると思うので、今日もそれが見れたことが嬉しいし、多分だって今まで見てきた人は自由って言われたら、これは颯太君はものすごいバキバキと踊る感じのやつをやって、キメキメのやつをやるんだろうと思ってたと思うんだけど、そう思ってもらうのは嬉しいけれども、自分が今やりたいのはこれかなっていうのをこのクオリティでやれることとか、とても輝いてました。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあゲストの大輝どうでしたか？はい、なんかすごいどんな曲なんだろうと思ってワクワクして見てました。それで最初の入りからすごいびっくりして、曲から入るのかなと思ってたら声から入ってて、でそういうところ発想が面白いなって思ったのと、
すごいラップとか歌でメリハリがついててすごい聴き飽きないっていうかそういう曲だと思いました。お疲れ様でした。ありがとう。そうだよね、歌とラップがみんなさ、コロコロとこう入れ替わる感じは遊んでる感じするよね、はい、知ってます。会話みたいでした直樹、本当にパフォーマンスも曲も全部遊びが入ってて、やっぱなんか音楽は楽しむことが一番いいんだなと改めて思いましたし、なんか3人の声の質というか高さとかそういうのが全部違って、もうすごく耳がすごく楽しかったです。はい、めちゃくちゃワクワクしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これだけ音数少ないトラックの中で誰が歌ってるか一瞬で分かるっていうかね、コロって変わったっていうのがすごくこうバトンを渡していく感じがね綺麗だったし、なんかサッカーしてる感じだよね。ポコポコパス回していく感じねすごい素敵でした。では、ショーマイナーサベージありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。頑張れ頑張れビュー頑張れその炎を燃やせ